Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for coming English presentation contest sponsored by Kyushu University Faculty of Language and Culture. This is the second contest based on our English curriculum. We emphasize writing and presentation in English 2A and 3A required for all freshman students. So this is a, in a sense, showcase of student achievement in those classes. Although their presentation are somewhat naive and based on their own English abilities and skills in computer, PowerPoint, and so on, we can present what they are and what they have now. First of all, I would like to welcome a brief greeting from our Dean, Professor Wolfgang Michael. Good morning, everybody. Last year at the debate contest in Kyushu University, I did it in English, but today I prefer to do it in Japanese. 本日寒い中お集まりいただいてありがとうございました。私今朝空を見たときに若い頃のドイツを思い出しました。私第二次大戦の直後生まれたものですので、学校でいわゆる新カリキュラムのもとで、新しい社会を築き上げる国民として教育を受けたそういうがあります。で、昔はやっぱり戦争が終わったばかしですので、いわゆる再発防止ですね、ヒトラーの再来を阻止することが非常に重要視されましたので、教育の新しいカリキュラムを設計者の人たちがあらゆる対策を考えていたわけなんです。で、その中で一つの重要なポイントはやっぱり発言することでした。以前の私の父の世代のドイツ人がなかなかお偉い様に対して発言しないし、また普通の職場でもですね、聞かれない場合はあんまり発言しなかったんですけど、新しいドイツでは、国民がやっぱり当局の前に屈しないでですね、まっすぐ立った形で自由にですね、自分の意見を表明することが非常に重要視されました。で、また自分の考えを伝えることがやっぱり大事でしたので、作文教育も徹底的に行ったわけなんです。私9年生の高校で作文をおそらく毎週2つぐらい書かされました。大学に入るまで数々の論文を書いた経験を持っていましたが、発言ですね、発言するスキルの方になりますと、確かに授業の科目の一部の場合はですね、ペーパーテストを廃止したんです。例えば歴史とか社会とか地理とか、そういう科目ではですね、全ての成績が授業中の発言と発表に基づいて決定されました。皆さんから見るとそれね、あまり客観性ないだろうというふうに評価されるかもしれないんですけど、先生たちは繰り返し生徒たちの発言を観察しながらだんだん自分なりの物差しを形成して、客観性があるような採点できるようになりました。で、例えば歴史の場合はもちろん資料、いわゆる一次資料がたくさん出されて、それについてディスカッションを、ディベートではないんですね、ディスクッションというディスカッションを行います。で、また学生による発表もたくさんありましたけど、論文の書き方について徹底的に指導しながらも、そういう発話行為に関する方法論というか、そういうふうな技能の指導は全くありませんでした。それ今でも不思議に思いますけども、当時の世代の先生たちはもう亡くなりましたので、美味しい言葉に聞くことができなくなりましたけど、
そらくあの世代はそれまだできなかったと思います。やっぱり前の世代ですから、いわゆる第二帝国ですね、ベルリン皇帝時代の学校を卒業した人たちでしたので、その辺のノウハウを持っていなかったと思うんですよ。結果的に我々はそういう繰り返し議論したり発表したりしながら、自分たちのある程度のスタイルはですね、もちろん形成していくんですけど、本日のようなそのコンテストとかそういうふうな機会に恵まれていませんでした。本当にそれ今振り返ってみると非常に残念に思っております。九州大学では、その言語文化研究員がその外国教育の、大部を担当するいわゆる責任局としてですね、やっぱりそういうふうなスキルのその要請がこれから皆さんの社会に出ていく皆さんにとって非常に大事だという判断に至ってですね、去年からこのようなコンテストを開催することになりました。で、これ数年先ですね、旧大を卒業して社会に出てからもどこの職場でもですね、こういうふうなスキルで生かすことができると思います。非常に大事なんですよ。もちろん権力を握る人間にとっていわゆるスピーチのですね、うまさとか、それはさほど大事じゃないかもしれないんですけど、やっぱり権力のない人たちはやっぱり唯一の武器は言葉なんです。人の言葉を、使ってですね、人の心を動かすこと、人を動かすことが大変ですので、やっぱり、本日のようなその発表のそのスキルとかそういうのを徹底的に身につけておいた方がいいような気がいたします。下のあるテーマを中心にですね、あらゆる情報を収集して整理して、そしてそれに基づいた自分なりの仮説を立てて、そしてそれをちゃんとした形で短期間で紹介することが非常に大事な確信しております。で、今の大学ではですね、教員は研究とか教育とか運営管理のあらゆる雑用に忙殺されています。本当に大変です。90年代前半とか80年代の九州大学に見ますと、今我々の負担が倍以上のものになりましたので、本日のようなコンテストを準備することは決して簡単ではないんです。ここで改めて言語文化研究員の教員に心よりお礼を申し上げたいと思います。そして本日のそのコンテストの開催運営にあたりまして学内外の審判の皆さんにも心より厚くお礼を申し上げます。で、長くなりましたので、これで実り多いコンテストになることを祈りまして、私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。Thank you very much, Professor Mika. Now I would like to introduce three judges we invited today, and we'd like to have a few words from each of them. First, Professor Mikuma from Hiroshima Bunkyo Women's University. Good morning. This is my second time to be here as a judge, and last year I was so impressed with the quality of the presentations. I'm so happy to be back here again. Presentation is communication, and communication involves participants. You speakers are the participants, but also the audience members are the participants. Get us all involved, and let's have fun. Thank you. Professor Nigel Stott from Fukuoka Women's University. Well, good morning. Very happy
happy to be here today. It's my first time to judge a speech contest here at Kyushu University, so I'm looking forward to wonderful presentations from you. Pressure. Okay, so thank you for coming and thank you for participating, and good luck. Thank you. And from our Kyushu University faculty members, Professor Weeks. Hi, great privilege and pleasure to be here with you today. I've done speeches myself in English when I was like a high school student and a university student, so I understand how difficult they can be. I wanted to tell you briefly that in fact a couple of times I've needed to make speeches in Japanese. My Japanese is very, very bad. So firstly, I can tell you that your English is much better than my Japanese. Secondly, I can remember the first time I made a speech in Japanese, and I was so nervous in making that speech that as I started making the speech, my legs began to shake. My legs were shaking. First my right leg, and then my left leg. And then the shaking moved up through my body, and eventually my whole body was shaking. And I couldn't read my notes because I was shaking so much. So my second point is, I understand that you will be nervous. On the other hand, there's no reason for you to be. All of us here are your friends. You have been selected from a large group of people. You're already winners. So, like the professor already said, let's enjoy it. Thank you. Let me briefly explain the rules of today's contest. Each contestant will use PowerPoint visuals and give a verbal talk. And presentation will be judged based on the contents, the organization, English, and delivery, including visual presentation. And after each presentation, we will take a few minutes for judges to give scores and jot down comments and so on. And I will use the timer to clock the time, and when the 8 minutes hits, the timer beeps, but the contestant will be allowed to go on to finish the presentation. But if the overtime is too much, the presenter will be penalized.